ページを作っただけでちょっと気持ちが軽くなる。一枚の紙が私へのエールになってくれるなんて。こんにちは、魔法のクラフトのポールです。ハワイからお届けしています。今日は自分を励ますページ、手のひらエールのスクラップブックをご紹介します。今回使っているのはスタンピングアップの商品です。ペーパーはこちらのラブリーガーデン、スタンプとダイカットはお揃いのサンクフルガーデン、そして今回はこちらのステンシルを使ってスタンプワークを楽しんでいきましょう。今回もレターサイズのスクラップブックページを 3-2-1 方式で簡単に作る方法をご紹介します。それでは一緒にページ作りスタート。この中から使うペーパーを選んでいきましょう。まずはメインのペーパーを選びます。このペーパーなんかいいですね。次に写真のマットとなる色を選びます。この薄紫が綺麗ですね。この2つのペーパーをつなげる色を選びます。このピンクなんかいいですね。この緑もインパクトがあっていいです。試しにこのアジサイのスタンプをペーパーの上に置いてみましょう。どの色の上に乗せるとこのアジサイが生き生きとして見えるか、これを探しています。どうもこの白いペーパーがいいようですね。この花柄もとっても素敵なんだけど、色同士が喧嘩してしまいますね。使うペーパーを選んだらペーパーをカットしていきましょう。このビデオでは初心者さんでも作りやすい 3-2-1 方式のページ作りをご紹介しています。またページの大きさも定番の12インチではなくレターサイズ、日本でいう A4 サイズでページ作りを行っています。ここで下準備として使うペーパーを8と1/2インチにカットしていきましょう。出来上がるページはこのように少し縦長のページになります。まずは先に横の長さを揃えておくと便利ですよ。そうしたらページをこのように並べていくだけで、ページのレイアウトができちゃうんですね。ここでちょっと気がついたんですけれども、この白いペーパーひっくり返したらこの花柄のペーパーと同じだった。2枚カットする必要はなかったですね。こういう裏表が印刷されているペーパーだとこういうハプニングがよくあります。こちらのアジサイのスタンプワークは別の動画で作り方を紹介しています。プリントペーパーとは別にこちらの白いペーパーをご用意ください。あればレターサイズ、また A4 サイズの少し厚みのあるペーパーをお使いください。そうしたらこのようにマットにテープで固定しましょう。先ほどカットしたこちらのペーパーを 3-2-1 方式で今度は縦の長さをカットしていきます。まずはこちらの柄のペーパー、しっかり見せてあげたいので2インチでカットします。同じペーパーを今度は少し大きめな4インチでカットします。次にこちらの緑のペーパーを1インチでカットします。カットしたペーパーを白い台紙の上に並べてみましょう。ほら、お花のペーパーはくるっとひっくり返すと白いペーパーに変わります。ここにスタンプを押したパーツを乗せてみましょう。かわいいですね。ペーパーにアジサイが咲いているようです。さあ、ここで上の部分にも少し色を足してみましょうか。やっぱりこのピンクのペーパーがいいですね。これも横を8と1/2インチに先にカットして縦の長さを決めていきましょう。ここではひとまず1と1/2インチにカットしてみました。もう一度ペーパーを並べてみましょう。なんかこんな感じも可愛いですね。次に写真の縁取りになるマットをカットします。写真の大きさは日本の L サイズ3と1/2×5、
これを2枚カットします。このページには写真を2枚入れてみようかなって思っています。この柄のペーパーとっても素敵なんだけれども、スクラップブックの主役は何といっても写真。レイアウトはあまりごちゃごちゃしない方がいいですね。ほら、こっちの方がすっきりとするでしょ。それではこのアジサイのパーツを写真の横に置いていきましょう。写真に目がいきますね。スクラップブックの飾り付けってページを飾るんじゃないんですね。多分これたくさんの人が勘違いしているところだと思います。スクラップブックもデザインの法則があって、飾り付けは写真に目を誘導させるための手段なんです。ここ見てっていうところに飾りをつけてあげる。これがとっても大切なこと。そう考えるとページ作りも簡単に見えてくるでしょ。そういえばアジサイって2種類ありますよね。青紫と赤紫。こうやって2色の花を重ねてあげると奥行きが生まれます。そう、スクラップブックって平面のデザインだから、こうやって奥行きなんかを作ってあげるともっと楽しいデザインに仕上がるんですね。たくさん載せればいいってもんじゃないんですよ。ページ作りには時々バランスを見ることが大切です。こうやって見てみると上の部分が少し寂しい感じがします。そこで細いラインを1本入れてみようと思います。写真のマットの下にちょこっと見えている緑のペーパーを使って緑の細いラインを追加してみることにしました。このようにページがまとまってきたところで、ジャーナルをどこに入れようか考えてみましょう。このページはシングルページ、1枚で完結するページなので、ジャーナルとタイトルを埋め込む必要があります。ただこのようにスペースがもうない、こんな場合はポケットの中に入れてしまおう。こうやって写真の裏に隠してしまいましょう。タグのような形にしてポケットから引き出せると楽しくないですか？白い台紙にクラフト用の糊でペーパーを貼り付けていきます。ここではスピードアップの早送りで進めます。ゆっくりと作りたい人はレイアウトは魔法のクラフトのブログの方にアップしておきます。ぜひ参考にしてくださいね。あっという間に糊付けが完了しました。このページ作り、実はまだ写真を用意していないので、このように写真の代わりに白いペーパーを貼っておきます。ハワイには季節がないんですよね。さあ、ここで一度バランスを見てみましょう。このように葉っぱを付け加えてあげると、アジサイのお花も生き生きとして見えますね。ここまでの工程でページをデザインしてきました。デザインが決まったら台紙にペーパーを貼っていきましょう。それでは写真の裏に花やタグを入れ込んでいきましょう。実はこの写真はポケットの代わりになってるんですね。このようにポケットタイプにする場合は写真の糊付けに注意してくださいね。写真は上の方は糊付けせずに下の方に貼るだけでも十分です。さあ、ここからは楽しいスタンプワークをご紹介します。このページは台紙に白いペーパーを使っています。そう、魔法のクラフトでは白いペーパーはそのままでは終わらせない。このためにスタンプワークが待っていましたっていう感じですね。こうやって白い台紙にスタンプを押してみましょう。使うインクは薄い色をおすすめします。ここで大切なのはページのレイアウトを邪魔しない。無地のペーパーでもこうやって華やかに飾ることができるんですね。もうペーパーをカットして貼り付けるだけでは時代遅れ。
こうやってスタンプをポンポンポンと押してオリジナルを作り上げる。これが今のスクラップブックの楽しみ方ではないでしょうか。ここでちょっとだけステンシルをご紹介しますね。ステンシルの第一ステージはまず向きを合わせること。こうやってぐる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 しています。失敗しないコツは薄いインクを使うこと。ステンシルはインクを重ねて深みを出していくので、薄いインクから始めていきましょうね。これはページの背景ということで、先ほど押したスタンプのインク、ライラックを使っていきましょう。ここで使っているブラシはセリアなどで売っている100円のもの。大きさはいろいろあるので使い分けてみるといいですね。ちょっと色をのせてみたけど、こんな感じ。もうドキドキしてきちゃいます。スタンプワークは何といってもこのウキウキ感がたまらないですよね。ペーパーにスタンプを押してこうやって色をつけるだけでパーッとページが華やかになる。はね、一度挑戦してもらいたいと思います。ここでも青紫と赤紫2色の色を使って色をつけていきたいと思います。だってブラシをくるくるくるっとして色をのせていくんですけれども、くるくるくるってするとどうしてもカメラが動いてしまう。どうしようもないんです。ごめんなさいね。ここはビデオでは早回しでお伝えしていますが、これはクラフトの中で一番楽しいところ。自分でやるときはゆっくりと味わいながら楽しんでくださいね。ここから少しだけクラフトの本質。たまにふっと、私って一体何がしたかったんだっけ？大切なものって何だったんだっけ？そんな風に思うことありませんか？予定に追われて SNS で人と比べて、気がつけば自分の気持ちがどこかに置いてきぼりになっていて、そんな時にこそゆっくりとクラフトタイムを作ってほしい。ページに今の気持ちを乗せてほしいんです。このペーパーの紫の色は癒しや気品を表す色。でも実は心の奥の静かな強さや、今のままでも大丈夫だよっていう安心感も秘めた色なんですね。そしてアジサイの花は色を変える不思議な花。移り気っていう花言葉もあるけれど、私はむしろ自分の気持ちに正直な、どんなことがあっても大丈夫と強く受け止めてくれる花に思います。大切なのは誰かからの正解じゃなくて、自分に優しくなる時間。変化していく気持ちも、言葉にできない心の声も、このページに載せると明日へのバトンにつながる。もしあなたがうんとうなずいていたら、あなたにもこんなページを作ってほしい。紙とスタンプを使って自分に優しくなる時間。手のひらから生まれるエールを自分自身に向けて届けてあげましょう。2枚目のステンシルに入ります。使っているインクは少し濃いめのインク。ブラシは少し小さめのブラシに変えています。最初のステンシルはアジサイの花全体の色を塗ったもの。この2枚目のステンシルではお花一つ一つを塗っています。ほら、こんな風に一つ一つのお花がよくわかります。こうやって奥行きを作れるのがステンシルの楽しいところですね。ただの白いペーパーにこんな風にスタンプを押してアジサイの花を咲かせてみました。クラフトって無限の広がりを秘めているんですね。さあ、ここからは最終段階です。タイトルをつけていきましょう。よく
ページにタイトルって必要なのって聞かれますが、答えは必要です。例えば名刺を交換したとして、その名刺に名前が書いてなかったら、なんて呼んでいいかわからないですよね。タイトルはそのページを見る人への少しのヒント、優しさです。ただ今回は写真がまだ決まっていないので、どんなページになるかまだわからないんですね。そういう時はメモリーとかスマイルとか、どんな写真にでも使えるようなタイトルがいいですね。今回はアジサイにしました。私アジサイ大好きなんですよ。紫が好きなので。皆さん知ってます？色には意味があるんですよ。紫にはたくさんの意味がありますが、神秘、孤独、私は静かな強さというところが好きです。見た目にも赤紫、青紫とあって綺麗ですよね。最後にページの要、ジャーナルを入れるタグを大カットでカットしました。あとは白いペーパーにこちらもアジサイのスタンプを押しました。ジャーナルはね、多分写真の次に大切。ジャーナルには写真に写しきれなかったその風景の物語を書いてあげる大切な役目があるんですよ。そう、ジャーナルはラブレターです。人に読まれたくないなと思うような文章はこうやって写真の裏に隠してしまうこともできる。このスタンプは私が前に愛用していたクロストゥマイハートのスタンプ。このラインを使ってジャーナルの線を押しましたが、他にもいろいろ可愛いものがあるので使ってみようかなと思いました。こういうのって嬉しい発見、幸せのケミストリーっていう感じですね。こういう大きなスタンプってまだらになってしまうことが多いけど、さすがクロストゥマイハート、きれいに押すことができました。こうやって2つの茎の根元にこういう丸いアイコンをつけてあげると、バラバラしたお花が一つにまとまります。ここにグレーのスタンプを使ったので、他のところにもスタンプを載せてみましょう。こうやっていろんなパーツが入ると可愛いですね。最後にバランスのチェックです。椅子から立ち上がってページを少し遠目に見てみましょう。大きな2つのアジサイが右下についているので、少し傾いた印象に見えますね。こういう時はこの左上に小さなタグをつけてページのバランスをとっていきましょう。ページの中で使っているペーパーを使いましょう。意図的にはなかったのですが、こうやってページを見てみるとトライアングルができているのに気がつきます。1、2、3。これはトライアングルの法則といって、デザインの世界では当たり前のこと。目が誘導されて動くので、ページ全体を見回すことができるんですね。さあ、こんな風に出来上がりましたよ。使ったペーパーはたったの3枚だったでしょう。それをちょんちょんちょんとカットして、そこにスタンプワークで飾り付けてあげると、こんなに素敵なページが出来上がります。こちらのページ作りのレイアウトは魔法のクラフトのブログから紹介しています。ページの作り方はこちら YouTube からお届けしています。商品などのお知らせは Instagram から。魔法のクラフトって覚えてくださいね。どうでしたか？スクラップブック作りって意外と簡単でしょ？そんな自分に向けたエールのページを一緒に作っていきましょう。このアジサイのスタンプワークも合わせてご覧ください。ステンシルを使って3色のインクを重ねていきます。迷子にならないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。今年の魔法のクラフトはこのようにビデオでどんどん配信をしていきます。次回もどうぞお楽しみに。今回も最後までご覧くださり本当にありがとうございました。
それでは次回またお会いしましょう。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.